女学校時代に見た映画に感動してこの世界に飛び込んでからこの道一筋50年、とりわけ世界の黒沢に師事してきた。通い慣れた東宝撮影所の近くに一人で暮らしている。をしようとするのがいろんな意味でそういうのもない世の中がいいですね。人間なんて本当に、何でもどんなひどいことでもする動物だからね。もうまさかというようなことを平気でやりますよ。自分がそういう恐ろしい、自分が何か怖いと思うとさらにもっとそういうもっとひどいことをそうしないとお前殺すなんて言ったら平気で人殺すようなもんで、恐怖の上の恐怖があるともう何でもするでしょ。戦争っていうのはみんなそうですもん。だからそこにいかに勇気というか精神力が必要かっていうことで、私なんかダメだな。拷問されたのもダメだ人間の魂の根源を見つめた羅生門。人の心が信じられなくなりそうだ。それは盗賊よりも世闇よりも飢饉や火事や戦よりも恐ろしい。あの人を殺してください。私もあの人は生きていてはあなたとは一緒に帰ります。1951年、羅生門はベネチア国際映画祭でグランプリ金の獅子賞を受賞した。世界の黒沢はここで誕生した。羅生門は後に82年グランプリの中のグランプリを決める獅子の中の獅子賞を受賞。黒沢監督とのんちゃんは2人で金の獅子賞を受け取りにこの地へやってきた。重要な節目にいつも2人は一緒にいた。今のんちゃんだけが残された。のんちゃんはこの市の文化委員会の委員も務めている。映画の魅力を伝えるためならどこにでも足を運ぶのだ。文化ホールでは年2回映画上映会を行っている。もう5年が過ぎた。ゲストスピーカーとして淀川長春やチャップリンの娘であるジェラルディン・チャップリンなど自ら連れてきてしまったこともある。そんな強引さとコネクションを持ち合わせているのものんちゃんならでは。ご提案ご指導いただければありがたいと思います。よろしくお願いします。この次はね、10周年もう早だいぶ先よね。でそれでこの前の5周年もまあだから外国っていうのも変ですけども、黒沢さんの「デウス・ザーラ」っていうのはあんまり見られていないもんですから、主役のサローミンさんに来ていただいてよかったと思うんですけど、そういう意味で黒沢さんのそういうのをこれからも、見ていただければと考えてます。まあ10周年はあんまり考えてないけど、10周年どこの国から呼ぶか今も昔も変わらぬ東宝撮影所を訪ねた。二人三脚で作り上げた作品の数々が今もここにある。黒沢監督が常に自分自身を作品に投影していたことをのんちゃんは知っていた。その時代その時代の監督の気持ちが作品に込められている。このロール缶の中に
幾多の思い出が詰まっている。撮影所を見渡せる思い出の場所でかつてを振り返った。これはね、黒沢さんがいつも使ってた部屋、こことね、隣だったかな。大体決まってんですよ、黒沢さんが使う部屋は。なるべく広くて、フィルムが多いから。そこでどのぐらい徹夜をしたか。そうすると朝明るくなってくる。桜がね、まだあんな大きくなかったですよ。もっと小さい頃。桜を見て。だからもう何十年っていうもう変わらないのよね。この全く何十年も同じこの建物が変わらないから懐かしいですけど。黒沢さんの編集が終わってから私たちはそのフィルムに、セリフのダブってとこやりしたりつまんだり直したり交換のあれを入れたり、交換は向こうでやるんですけどもフィルムダビングって言ってガヤガヤ言うのを入れたり、そういう仕事で朝までやるんです。黒沢さんは徹夜しませんけど。勲4等を受けた美術の村木義郎さんと音楽の佐藤勝さんを祝う会。2人とも長年にわたって黒沢組を支えてきた戦友である。なんだ3とか4と運動会じゃないんだよ。勲4等ってなかなかもらえない、すごいんだそうですよ。年取らないとダメです。もちろん世話役はのんちゃん。用心棒椿三十郎など黒沢時代劇を音楽で盛り上げた佐藤さんと美術の村木さんの叙勲を祝うつもりだった。ところが乾杯の寸前に佐藤さんの様子が変わった。じっとしてるのが一番いいな。佐藤さん。佐藤先生。先生。先生。応急処置班。お名前何とした佐藤。佐藤さん。佐藤さん。佐藤さんはそのまま帰らなかった。映画を戦い続けた戦友が行ってしまった。12月21日、ロシアから帰国してすぐ佐藤さんのお別れ会があった。黒沢映画を飾った音楽が流れていた。
喪主佐藤千恵子様よりご挨拶がございます。今日は本当にお忙しい中を多数佐藤勝のお別れの会に参列していただき本当にありがとうございます。思えば12月5日もあんまり悪いお天気ではなかったし、告別式の日はもっと素晴らしいお天気でした。私にとってのんちゃんも佐藤さんに最後のお別れをする。いつもこのような形で訪れるようでございます。本当になんか人生の中の死ぬってことが一番ドラマかなと思うぐらい、死ぬってことがなかったらもう人生面白くないのかななんて思いますけどね。ただもう死んじゃうと一番やっぱり寂しいのは佐藤さんなんかもそうだし、もちろん黒沢先生もそうだ。とにかくこれだけは絶対だからね、もう一回とかなんとかはならないんだから、いなくなっちゃうんだから、もうこの絶体絶命っていうか、もうどうにもなんないっていうこの辛さっていうのがやっぱり、死ぬっていうことでしょうね。1975年、社用の声ばかり聞かれた日本映画界でしばらくの間映画が撮れずにいた黒沢監督が再起をかけたデルス・ウザーラ。そのメイキング映像があるという。黒沢監督の姿をもう一度目にすることができる。のんちゃんはモスクワへとやってきた。大自然を愛する漁師デルスと調査のためにこの地方に入ったアルセーニェフの固い友情。準備と撮影に2年半を費やした大作である。主演の2人がどこか黒沢監督とのんちゃんにダブる。昔のそういう仲間の話をしてる時にね、龍馬っていうのはすごいその時も重要な人物だったから。デルス・ウザーラ撮影の時、通訳として撮影現場を支えてくれた龍馬さん。のんちゃんにとって忘れられない存在だった。そんな彼も今はいない。龍馬さんのお墓を訪ねる。彼はデルス・ウザーラ完成の数年後、何者かによって殺害されていた。無常感だけが残った。デルス・ウザーラ撮影の頃から現地の案内役を買って出てくれている古くからの友人松澤さん。野上さんという方が非常に黒沢さんのいわゆるお世話をねされてるっていうの、これはもうすぐ分かったんですね。でもちろんたった一人の女性のメンバーですから、日本女性のいいとこって言いますかね、非常に細やかなその世話の仕方をするっていうことはそれだけで分かったんですけど、それ以上になんか野上さんっていうのは黒沢さんに対する特別なですね人であるってことはすぐ分かりました。もちろんその時はですね、野上さんという方がどういう方で、その長年黒沢組のスタッフであって、時には黒沢監督の右腕と言われるような存在で、そんなことは我々全然知らなかったんですけども、ただ見ただけでもですね、黒沢さんっていうのが非常に野上さんを頼りにしてて、野上さんもその黒沢さんにも献身的に尽くしているってことはすぐ分かりました。二人三脚の映画人生の中でも最も過酷だった撮影のメイキング映像がこのモスクワにある。のんちゃんは24年ぶりにモスフィルムのスタジオを訪ねた。幾多の名作を生んだモスフィルム。技術、思想ともに一時代を築いた東側のハリウッド。その映画の都にかつて黒沢監督も招かれた。これが昔私たちがよくあそこもそうですけど通ったモスフィルムスタジオ、どっかねさ、デルス・ウザーラもこの中で撮りましたよ。
もちろんセットあるんだけど、黒沢さんはこの表を利用してね、ちょっと直してよくとってセットスタジオの中デルスーザーラが獲得したアカデミー賞のオスカー像はモスフィルムの栄光の一つとして飾られていた。デルスーザーラの時は本当にもう撮影が忙しくて、その時の風景を撮ってるのがあればいいなと思ってたんですけど、全くないと思ってたのね。それがもしかしたらあるかもわかんないって聞いたので、それを見せていただけると大変嬉しい。黒沢さんが生きてる時にそのドキュメンタリーみたいなのあったら本当に見せたかったんだけど、全く知らなかった。彼も見てないんだから何とも言えないけど。だがメイキング映像について尋ねるのんちゃんに撮影所所長の反応は鈍い。懐かしいスタジオをもう一度訪ね歩く。何か映画の一場面ですかね。なんか違う。日本の撮影所と同様、ここにも往年の活気は見られない。人形のこんなもんじゃないでしょ。本当これごくごく一部ですね。収穫がなく一日が終わろうとしている。ここモスクワにも新しい青年期がもうすぐやってくる。デルスーザーラ撮影時から家族ぐるみの友人がいる。スベルバさんの家を訪ねた。俳優として参加したスベルバさんが当時を振り返る。Неужели не хотелось учиться? Учиться просто. 要するにあの当時のね、モスフィルムの、そういうなんかノルマを重視するスタッフっていうのはね、しょうがなかったんですよね、あの当時としては。しょうがないんだけども、彼の考えで言うとね、やはりその黒沢という巨匠に対してはね、やっぱりそれなりの扱いはすべきだったと。要するに一面で言えばもうちょっと優しくっていうかね、理解力を示すとか、あるいは逆の言葉で言えば、要するに黒沢さんのやり方を学ぶというね、世の中にはこういうやり方もあるんだという、それを学ぶという姿勢があるべきだと今から思うの。いいことを言ってくれるけど、かわいそうだったよね、黒沢さんが。もうそういういろんな制限が多いでしょ。でそんなもんないってんだよ、そんなもんできるわけないよとは言ってても、やっぱりそういうなんですかね、知ってますからね、何日までにしなきゃいけないとか。かわいそうだって、いろんな意味で。本格的な冬がやってきていた。翌日またモスフィルムを訪ねる。かつてフィルムケースを抱えた人々が往復していた華やかさはもうここにはない。閑散としたスタジオは他の産業に貸し出されている。1本目の方の宣伝用のやつには、要するに皆さんが働いてるところはチラッとしか映ってないと思います。見てみなきゃ分からない。どのぐらいのチラッということなんです。その2つしか今ない。なくて、で2本目は今日見れない。1本目のこの宣伝用のやつしか見れない。衛生系故障と。そういうことです。Акиры Куросавы, Дерсу, Узала. Производство киностудии «Мосфильм СССР» при участии ателье 41, Япония. ないじゃん。だから私がもともと言ってるように、撮ってないからあるわけないとね、そんなに。現場でそんな別に撮ってるとこ見ないもん。だからよくどうしてあるのかなと思って、非常にだから興味があったんだけど。やっぱ幻なんですかね。
はっきり1時間って言ったんですよね。そうそう、1時間って言ったし、それからそういうのがあると。メイキング映像は本当に存在するのだろうか。モスフィルムにあるフィルム倉庫、こうした倉庫は全国各地に散在するという。ああ、ここにさっきのね、同じやつのプリントね、デルスーザラ。予告編。あ、誰があれ作ったんですか？ワシリエフ。Вы не знаете, кто сделал самый рекламный ролик? Какой режиссер? Это надо у девочек-монтажниц спросить. Это не обязательно, да, здесь написано. Нет. Как иногда,わかんない。あの頃、編集はワーレさん。Нет, русский просто написано. 誰かのロシア人が作ったってことですか？ Контролера ТК и начальника ТК больше ничего не 監 написано. 督は書いてない。レーションなし。まあ、これを見られただけでもよかったといたしましょう。どっち行きます？やはり見つからない。すべては時の流れの中にうずもれていく。彼が言うには、それはおそらくですね、カットされた場合ですね、本編で。そういうのが主であって、その中に多少そういうその作業現場のね、フィルムが入ってるんじゃないかっていうわけです。何も見つからないまま、また一日が終わろうとしている。のんちゃんは友人を訪ねた。デルスーザーラの主演を務めたユーリー・ソローミンがのんちゃんを招いた。Но это, по-моему, не Мосфильм снимал, а это, по-моему, снимал документальная какая-то студия снимала. И у меня даже был какой-то один кусок. 話がメイキング映像に至ると、ソローミンは確かにそうしたスタッフがいたという。Фрагмент вот из такого фильма. どっかのドキュメンタリースタジオが撮ったんじゃないかと思われるものを私は見たり。でもあの時は2台のキャメラしかなくて、どっちもそういうものを撮る余裕はないんだから、予告編と思って撮ったこと以外はないと思ったね。それぞれの記憶が交錯し、すれ違う。24年の月日が流れた。一番懐かしいところですよ。黒沢さんがデルスーザーラの完成して本当に初めての休みみたいな時にボロージャとかみんなスタッフで遊びにっていうか休みに来たところで有名なとこですからね、ここはモスクワではよく見えるから見晴らしが良くて綺麗でしょ。メイキング映像はついに見つからなかった。年が明け、笠掛の市へ。年に2回の上映会の日がやってきた。字幕翻訳家戸田夏子さんをゲストに迎えて、名作「第三の男」の上映会。まあとにかくあれですね。そっちで聞いて川村さんなんともない。マイクの調子などどんなに小さなこともなおざりにはできない。恐縮でございます。上映会もすっかり定着してきた。文化ホールには多くの市民が駆けつけてくる。トークショーでは自ら司会もこなす。これも映画の魅力を一人でも多く伝えていくためだ。いや、この
朝掛けの方はね、文化程度は高くていや、ね。さっきガラッとした時ってこれだけのスペースを埋めるのは絶対私はもう不可能だと思ったんですね。その辺にちょろちょろ寂しいなと思ったらすごいびっくりした。なんかね、さっきそんなことおっしゃってた。それはない。ここはね、文化程度は日本来た。初めて見た洋画、あれでもう一コロでしたね。でも場所どこだった覚えてる？1月22日、雨上がるがついに公開初日を迎えた。そしてこの作品で映画監督デビューを飾りました森泉隆監督です。場内は大入り、大盛況。駆けつけたのんちゃんも笑顔を見せた。キリストじゃないけど、やっぱり弟子があんまり良くないと正しく伝わるかどうか、それは心配ですけど、もうこうやって歴史ができていくんですよ。みんながいろいろ伝えるうちに、なんか曲がったり間違えたり、正しいのがその通り伝わるってことはないと思いますね。だから黒沢さんのように映画を作ってる人は映画がありゃいいんですよ。本当は周りでね解釈することないと思うんですけど、まあでもあれだけの人でみんな魅力を感じる人だから、やっぱり知りたいということもあるでしょうから、自分が経験したことなんかは話す、生きてる間に伝えといてもいいけど、まあしかし映画を見りゃいいんですよね、本当は。獄中の父から彼女に送られた詩がある。せめてこの世の思い出に壮烈に生きよう、輝かしく生きよう。峰の雪のように、深夜の星のように、朝風に散る花びらのように。涙は原稿で拭いちまえ。バージュテ、新宿ゴールデン街の小さな飲み屋。のんちゃんはここの常連だ。そうね。いいね。この小宇宙に世界中の映画監督がこぞって集まる。テヘランにも行くんでしょ？そうそう、今度ね。2月。そうそう。キアロスタミナそう言ってたよ、この前、あそこの展覧会の時、カットでね。翌日か、ドキュメンタリーの人たちはどうしてテヘランに来ないのか。テヘランに来たら野上さんがいかにモテるかっていうところが取れるじゃないか言っておりましたからね。いや、もう間に合わないと。よかったな、間に合わなくて。でも心配してそう言ってくれてましたよ。さすがドキュメンタリー。そうそうそう。ボトルを置いて、この小さな映画の宇宙からのんちゃんはまた旅に出る。近いよ。映画「雨上がる」をもってテヘランの国際映画祭へ。世界中を巡るのんちゃんの旅はこれからも続く。